皆さんこんにちは、五野へみきです。今日のテーマは声です。中でも低い声の解決方法、これをテーマにお届けします。私のスピーチトレーニング、いい声で話すというのも大事にしていることですね。で、声のご相談もたくさんいただきまして、低い声で悩んでいるというお悩みは一番多いかなというふうに思いますね。例えば声が低いから話し方が暗いと言われてしまいましたとか、年を重ねて声が低くなってしまいましたとか、あとはもっと高い声で話したいのにうまくいきません。こういったご相談はすごく多くいただきますね。ではまず結論からいきましょう。結論はこちら。声が低いのはとてもいいことです。はーってなりますかね。ちょっと聞いてくださいね。まず低い声っていうのは落ち着いて聞こえる声なんですね。日本だと高い声イコール明るい声というのがあまりに広まってしまっているので、低い声が評価されづらいんですけれども、これ欧米圏に行けば声を明るくするために高くしている人って聞いたことないですね。欧米圏であれば低い声は落ち着いて聞こえる声である、威厳がある声である、そういうイメージになっているので、もっと声を低くするためにボイストレーニングをしているなんていう方もいらっしゃいます。で、これ欧米圏が正しいということではなくてですね、データで裏付けされていることなんですね。声が低いほど落ち着いた印象を与えるとか、信頼性が高まる、そういったデータがありまして、例えば選挙だったら有権者から評価される、こういったことも言われています。で、これは、適度に低いというのがもちろんありますね。あまりに低すぎるともちろん変なので、私今喋っているこの声をこうやってあまりに低くして低くすることもできますけれども、ここまで低くしてしまうとやっぱり変ですね。私も喋ってて苦しいですから。なので程よく低くするというのがいい声、程よく低いというのがいい声であるということですね。で、この程よくっていうのがどのぐらいなのかっていうのは人によります。なので程よくっていう言い方しかできなくて申し訳ないんですけれども、そのドレミの音階とかで言うわけではなくて、自分が出している中で苦しくない低いところというのがちょうどいいということになりますね。ちょっとね、個別のご相談というのはどうしてもお声をお聞きしてでないと言えないので、お悩みがある方はね、ご相談いただければなというふうに思います。スピーチトレーニング。はい。で、声が適度に低いのはとってもいいことなんですけれども、低い声で悩んでいる方はですね、いやいやいやってなる方が大半ですね。私の声は落ち着いた印象とか信頼性のある低い声じゃないんですっていうふうにおっしゃる方が多いです。これどういうことかと言いますと、低い声で悩んでいる方、ほとんどの方がですね、声の低さが問題じゃないんですね。何が問題かと言いますと、例えば抑揚がないこと、感情が見えないこと、あるいは声がしゃがれ声だったりとか、かすれ声だったりとか、別の問題があって暗く聞こえてしまうとか、そういったことが起きて、で声が低いからだと思い込んでしまうという状況になっているということです。全部解説すると長くなるので、抑揚、感情表現というところをお伝えしていきますね。抑揚がない話し方、例えばこういった話し方ですね。皆さんこんにちは。今日はとてもいい天気ですね。私の家の周りの通りは新緑がとても美しいです。こんな感じですかね。新緑がとても美しいです。これだと思ってないでしょっていう風になりますよね。抑揚がない声っていうのは感情が見えない。感情が見えないっていうのは何考えてるかわからないになってしまいますので、何考えてるかわからない声って怖いですね。怖い声って暗いと思われますので、低い声が悪いんじゃなくて、全部が低い、高いところと低いところがあるというのが日本語の基本の抑揚、日本語に限らずですけれども、この抑揚があるというのが基本ですけれども、この抑揚がないと感情が見えない。
抑揚っていうのはイントネーションとも言いますね。詳しく解説した動画別にありますので、そちら見ていただいて、基本的には高く入って低く下がる。皆さんこんにちは。今日はとてもいい天気ですね。私の家の前の通りは新緑がとても美しいです。こういう風になると感情が見えますので、暗いという風にならない。皆さんこんにちは。これ基本の高さ同じですね。皆さんこんにちは。今日はとてもいい天気ですねっていうのと、皆さんこんにちは。今日はとてもいい天気ですね。基本のベースの音程ってそんなに変わってないですよね。高いところと低いところがあるっていうだけで、抑揚が生まれて、抑揚が生まれるっていうことは感情表現になっていて、感情表現が見えると明るく聞こえるということが起こります。なので、抑揚を練習していこうということになるんですけれども、長い文章で練習すると最初ちょっと難しいので、短い文章、私が用意しましたこちらの相槌言葉で練習するというのがおすすめです。で、高く入って低く終わるですね。これ相槌の言葉を本当ですね、本当ですか、そうですね、こういうふうにやったらいい練習にならないので、高いところから低いところを意識するために手を使って練習するのおすすめです。じゃあこれ抑揚をつけてやってみますね。本当ですね。本当ですか。そうですね。そうですか。そうなんですね。そうなんですか。こういうふうに高いところから入って低く終わるというこの練習を短いこの相槌の言葉でやると、感情表現というのも難しくなくなってきますので、抑揚が実は問題だったという方はですね、こういう練習をしてみるのおすすめです。この文章を概要欄に載せていますので、よかったら見てください。スピーチトレーニング。補足としまして、今日の声の話というのは話し声の話になります。歌声はまた全然別ですね。発声方法も違いますし、歌声だったら高い声と低い声って両方出たら歌う曲が増えるので、レッスンで高い声を練習するっていうことはもちろん歌の場合はあります。で、話し声のお悩みってちょっとその方のお声を聞いてみないとっていうのがもうどうしてもありまして、もうその原因が発声方法なのか、それともメンタルなのか、それとも、性格のいいところが出ていないからなのかとか、いろいろちょっと聞いてみないとっていうところがあるので、お悩みがある方はですね、ぜひご相談いただけたらなというふうに思います。オンラインレッスンでマンツーマン個別のレッスンもやっていますし、オンラインサロンの方ではグループレッスンもやっていますし、メンバーさん限定の個別レッスンというのもありますので、よかったらチェックしてください。それからですね、動画教材もやっております。五戸美希のスピーチトレーニング、メルマガもお届けしています。話し方解説、スピーチトレーニング解説、メルマガでも、毎週ラジオで配信していますので、よかったらご登録ください。今回もご覧いただきましてありがとうございました。